はい、森のワークベンチ管理人ザーキョンです。まあこういうとこリペアね、まず塗装の方のリペア、キャノピーはまだ磨いてないんですけど、実は前の動画の直後です。直後で、国籍マークちょっと剥がれてたやつ、よーく見たら浮いてました。だからもう剥がしちゃいました。浮いてたところはまあ多分浮いちゃったと思うんですよね。テープ引っぺがした時、それは剥がしちゃいました。で、一旦この大判のデカール貼ってあるところに、まあ全部剥がれてないところ、まあこういうところもおそらく同じことなんで、一回クリアで全部押さえます。で、どうせクリア塗るんで、コーションデータをもう少し高さを落としてやろうと思いまして、で今この状態でどこまで落とせるか、マイクロファインが1200から1500番ぐらい、ウルトラファインが800から1000番ぐらい。ウルトラファインこれでもう一回文字のところねを磨いていきます。これペットボトルの水置いとけばいいんだ。タッパーからいちいち出すんじゃなくて、ペットボトルに水入れて置いとけばいいんだよね。どこで試しにね、一箇所今のクリアの状態でやってていいのかどうか、もうちょっとクリアを重ねた方がいいのかどうかの判断で、どっか一箇所どこまで下げることができるか、この状態で。でまあこういうね、モールドの近くはダメだと思うんですよ。できないと思うんですよ。この辺りもしかしたら消えちゃうかもしれない。ちょっとちっちゃめのコーションデータで、ここのこれちょっとやってみますね。一箇所ね、ここの主脚のてっぺんの脚柱のてっぺんの出っ張りのバルジの部分ですね。反対側がこれデカールなくしちゃってついてないんですよ。これちょっとやってみるか。消えちゃってもね、どうせ反対側ないんで、まあ余ったデカールを貼ってやればいいんですけど、まあ今更もういいです。その辺はワードですよ。多分ね、余ったデカール組み合わせればごまかすことができると思うんですけど、これでね、ほぼほぼフラット、もうちょっとフラットになってくれれば、全体をもう一回こう落としてやればいいんで。まあもちろん周りの塗料をね落とすわけにもいかないですから、いけそうだな、このまんまで。これだけつながれば大丈夫だろう。かなりね、クリアはいっぱい使ったんで、結構肉厚はついてると思うんですよ。これぐらいいけば気にならなくなるんじゃないのかな。そんなに塗ってみないと分かんないですけどね。この後どっちみちクリアを破れたデカールのところ、でかいデカールのところにみんな塗っていくんで、
まあとりあえず破れたデカールのとこだけでいいか。一応押さえのねクリアは載ってるんで、薄くは。いいな。じゃあこれに関してはコーションデータに関しては OK。 この状態のままみんな削り直しましょう。で次にここね、破れてしまったところにクリアをもう一回塗ってきて、でマスキングをします。マスキングできるかな。こんな感じで細切れのテープでマスキングしています。で無事なところはね完全にテープで覆っちゃうんですけど、ここの下、下半分ダメだな。ここの W の下半分は大丈夫。青い線から下は大丈夫ですね。だからこれは隠しちゃっていいですね。で一応怖いんで、まあ若年テープってあれですよ。ここでペタペタやって粘着力を落とすだけです。まあ若年テープは建築用のでもね結構のりが弱いのがあるんで、そういうのを使ってもいいですし、青。この上の黄色も大丈夫だけど、あんまり細かくやってもねどうするかな。W とりあえずここまでは大丈夫で、 A はもうここから上は完全にいっちゃってるんで、W の上の三角黒いところはマスク。ちょっともしかしたら A の左が太くなっちゃうかもしれないです。こんな感じでとりあえず文字を作っていきます。とりあえずレタッチするところのマスキングは終了。マスキングはね。でまあ一旦白で塗ります。でその後黄色、薄い色から順番ですね。黄色、緑、いや黄色、緑、オレンジ、ピンク。これ一本一本塞いどいたらいいかもしれないですね。一挙にかぶせるんではなく一本ずつ塗っていくような感じ。まあ一番最初白だから全部塗っちゃいますけどね。一応こんな感じです。はい終了。塗装終了です。混乱の一日だったもう今日こんなことするなんて夢にも思ってなかったです。問題はうまくできてるかどうかですよ。ちょっと待て、俺大丈夫かな。多分大丈夫だと思う。いやどうだろう、わかんね
いいじゃねえの、いいんじゃねえの。あマジかマジかデカールだった。あれ、なんでこれ剥がれ、ああいいんだ。あ、見落としてたかも。マジかマジか、また同じことやんなきゃいけないじゃん。まあ僕が悪いんですけどね。悪いのは僕ちんなんですけど、いやー分かんなかったなあ。でも M の左もか。 M の左ちょっとこれは、あ、でも下のピンク色も色味がやっぱりおかしいね。これマルーンに白混ぜてみたんですよ。ちょっとおかしな色だったから。いやー難しいな。やっぱり全部書き換えればよかったかもしれない。でもあれだけクリアの塗って剥がれてくるんだ。相当塗ったんですけどね。ってことはデカール自体うまく貼れてなかったのかな。あ、でもね、これあれですね、デカールは黒字文字の印刷だから、黒いとこも、ここの文字間っていうのは黒いとこもデカールなんですよ。あ、それ剥がれてくるわ。じゃあ黒いとこマスキングしてるそっか、黒はマスキングしちゃダメだったんだね。でマスキングの時押さえてますからね。はあ、もうちょっとだ。じゃあちょっと今日はやめよう、疲れたです。今度ね休みにやろう。他はどうかな。ここはどうってことないでしょ。デカールが剥がれてくる。デカールが剥がれてくる。押さえないようにいじってたけどしっかり押さえてる。剥がれなかった。こっちはどうかな。こっちはどうかな。よし、これはまあできた。あ剥がれた。やっぱりね、ちゃんとやんなきゃダメだね。デカールがちょっとかかってるとそこが破れてくる。問題はここですね。これも左の方はデカールだから多分ダメだろうな。多分ダメだろうな。あっちでダメだった。よいしょ。いいじゃん。けど塗ってるうちに抑えちゃうんだよな。いいじゃん。怖いよ怖いよ怖いよ。あ、いった。ちょっとねネイビーブルーがなかったんで作った色ですけどもちょっと違うな。色がちょっと色が違っちゃったな。いややっぱり正常期は全部塗り直せばよかったかもしれないです。正常期もこっちの文字もね、惜しいな。でももうちょっとだったけどな。いや、とりあえずそんな感じでレタッチです惜しかった。
ただまあもう一手間かければ治ると思うんで、これだけなんでね、筆でごまかしちゃいます。黒字だから、多分大丈夫でしょう。はい、こんな感じで終了しました。どんなもんでしょうかね。パッと見大丈夫じゃないかな。あれですよ。結局半分だけ破れたデカールのところを上と塗装でね、ペイントでタッチアップしたって段差ができるんですよ。で、上からクリア厚塗りして、磨いて、で、筆でタッチアップをしてやりました。だからよく見るとね、ゴテゴテゴテってしてるんですけど、光を当てるとね、見えるかな。ただまあ、これでいいのかなって感じもします。あとはね、同時に行ってたのが、前のコーションデータのところ、もう若干、ヤスリで削って下げてやりました。もう一段かな。で、現状、こんな感じですね、こんな感じ。で、光を当てるとさすがに目立ちます。多少ね、多少。このような感じです。これでもね、線板で磨いて、こう、磨き傷がこうつながったフラットになったかなって感じに見えるんですけど、やっぱ、クリアを塗ってみるとこんな感じですね。だからどうなんだろうねもっと磨かなきゃいけないのかね。怖くてできないです。周りを削っちゃうんでね。でクリアあんまり厚く塗っちゃうと今度飛行機のプラモなんでね、リベットとか埋もれちゃうような気がして、だからこの後のね墨入れにも影響を与えちゃいますから、この辺でとどめておきました。まあこのデカールは今後の課題ですね、コーションデータに関しては。で途中までこのアンテナがなかったと思います。ここのアンテナ途中でもう一回折っちゃったんで、改めてこれは真鍮板と真鍮線組み合わせて作ってみました。まあ今回はちょっと短い動画になるのかなという感じがしますね。もしかしたら長くなるかもしれない。編集次第です。まあ今回はそのデカールのリペアですね。デカールのレタッチを行いました。じゃあ次回は、墨入れの方、墨入れと多分ウォッシングまでやると思います。エナメル塗料を使った墨入れとウォッシングですね。あんまり派手なウォッシングはやらないです。まあいわゆる、なんて言ったかなスポットポイント、まあちょんちょんと点付けで乗っけていって、でエナメルのシンナーで流すって感じです。そういったのを送りたいと思います。それではまた。